静岡県浜松市。温暖な気候と豊かな土壌に恵まれたこの土地で、ある農園が注目を集めています。その名は京丸園。多様な人材が活躍するユニバーサル農業を実践する農園です。京丸園では、年齢や経験、障害の有無にかかわらず、誰もが自分の能力を発揮し、生き生きと働くことができます。一人一人の個性に合わせた作業分担、そしてチームワークを大切にする職場環境。これこそが京丸園のユニバーサル農業の真髄です。一体どのようにしてユニバーサル農業を実現しているのか。京丸園の社長、鈴木様に話を伺います。京丸園株式会社の鈴木敦と申します。私は、この静岡県の浜松市で、代々農業をやっています。うちの農園は、歴史から言うとですね、僕で13代続く農園で、だいたい400年ぐらい前からこの浜松の地で、農業を続けています。ユニバーサル農業っていうのは、農業をユニバーサルデザインしようっていう考え方の造語になります。ですから、農業っていう産業はある意味、農業の知識のある人や専門の人たちが今までやってきたんですけど、誰でも参画できるように、誰でもできるような農業の職場にしていこうっていう考え方で、ユニバーサルデザインっていうのはあらゆる障害をなくすってこう訳すと思うんですけど、ユニバーサル農業ですから、あらゆる障害をなくしてみんなが働きやすくなるような職場を作ろうというのがユニバーサル農業の話になります。考え方は多分似てると思うんですけど、より人にフォーカスしているっていうのがユニバーサルデザインじゃないかなというふうに思っております。今障害を持った人たちと出会って30年経つんですが、30年間取り組みをしてきて、障害を持った人たちがやっとね少し現場の中で働けるよってことがだんだん証明できるようになってきたっていうのが今の実情です。その30年やってきた中で、障害を持った人たちが働けるっていうことが一つ証明されたことが1点で、同時に障害を持っている人たちが働けるようになっていったら、高齢者の人たちが働きやすくなっていくよねっていうことも証明されてきて、そういう意味で今88歳の人がね現役で働いているっていう組織構造になってきた。で、高齢者の人たちも働きやすいじゃないかと。で、高齢者の人たちが働きやすいってことが証明されていったら、今度は女性が集まりだしたんですね。で、女性が集まりだしたら、今度は若者たちが集まりだしてっていうことで、障害を持った人たちが働きやすい場所っていうものをデザインしていったら、いやいや他の人たちがもう働きやすいじゃんっていうことの証明になり、結果107人っていうね人たちがこの現場に農園に集まるようになったっていうのが、一つユニバーサル農業の大きな成果なんじゃないかなと思うんですね。今日本の農業っていうのは、衰退産業って言われちゃってるんですね。農業人口、農業従事者っていうのがどんどん減って、耕されない農地がどんどん今日本の中で増えてるっていう状況なんですよ。で、やっぱりそうすると日本の中で食料が生産されるのが危機的な状況になっていってしまうってことになっていくので、やっぱりこれからはね、やっぱり農業もっともっと元気な農業、力強い農業経営体っていうのが増えていかなくちゃいけないと思っていて、その一つのきっかけというか、農業を元気にしていくための考え方として、いろんな人たちを迎え、多様な人たちが活躍できる農業というものをデザインすれば、農業に人が集まってくると思うんですね。そんな産業にできたら、日本の農業っていうのは非常に元気になるんじゃないか、労働力のね心配しなくてもいいような産業になるわけで、そうすれば自給率も上がるかもしれない、もしくは障害者問題や高齢者問題って言われているような課題も解決できるかもしれない。ってなると、今まで農業は野菜を作るだけの野菜を作ることが仕事だって思われてきたけど、これからの農業っていうのは野菜や、果物を作りながら
でも地域の課題も解決していきますよっていう産業に変わっていけたらいいなと思ってるんですね。僕らが、そのユニバーサル農業の中で作っていきたいっていうのは、これから人の健康を創造していくような産業に変化していったらいいなって思っているので、ぜひね、これから農業をやってみたいっていうよりも、これから人の健康を作り出していくような仕事をしてみたいような人がもしいたらね、ぜひ一緒に仕事ができたらなとも思っていますし、そういう意欲のある人たちなんかが集まって日本の農業を元気にしていってもらえたらとも思っています。ありがとうございました。